この石が、何なのか、この相手の陣地に埋めることができるという説明ができないわけですよね。こんにちは、柳沢です。今回はですね、今までもね、ちょっと触れていたんですが、さらりと流してしまっていた部分がありまして、で、実は、ちょっとすごく大事なポイントがあるので、今回はちょっとそこを掘り下げて、お話ししていきたいと思います。それは第2回で触れたんですけれども、取った石を得点として数えるということです。例えばね、こういう黒石をね、取るときにこういう風に囲んだらこれが取れますという説明をしますけれども、で、取ったこれはあなたの得点になりますという説明の仕方をするわけですね。で、なぜそれがいいかっていうと、この教え方をしないとですね、まず字っていうものを教えて、で、終局するまでですね、この石が、何なのか、この相手の陣地に埋めることができるという説明ができないわけですよね。その点ですね、もう取ったらもう1ポイントゲットと、言えば一発で、わかるわけですね。で、もう一ついいのがですね、こういうろくろ盤などの小さい碁盤を使ったときに、お互いに大量に上げ浜が、できて、逆にこの字がね、その分、小さくなっているという場合がありますよね。で、これを埋めて計算するとですね、もともとね、こういうところがあなたの得点になりますよと、陣地になりますよという説明をしたのに、ここは全部なくなってしまうということがですね、いきなり起こってしまうので、ちょっと混乱しますよね。で、この両方得点として数える、つまり両方足して数えるということで、今のようなケースを防ぐことが、できるんですね。例えばこの状態であれば、白の陣地がここで1、2、3と。で、この取った分を足して数えるわけですね。4、5、6、7、8、9と。このようにね、両方得点としておくと、自分はね、これだけのことをやったんだという達成感を得ることができるんじゃないかなと思います。で、さらに想定されるケースとしては、こういうですね、全然終わってない状態で、これ終わりですかって聞かれた時ですね。このぐらいの段階でもね、もう全然打つところがわかんなくなってしまうということは、よくありますよね。で、そういう時に、完全に終局になるまで手助けしてもいいんですが、この終局っていうのはね、やっぱり一番難しいですから、受け手がね、難しすぎてついてこれないっていう時があります。で、ここで嫌になってしまうケースも、少なくないわけですね。で、そんな時どうするかっていうと、そこでね、もう終わりにしてしまうということです。その時点で対局者が明らかに自分の字だと認識できるところを数えて、もう終了にします。例えばこういう状態であれば、黒は1、2、3、陣地がありますね。得点がありますねと。で、白はここに1。で、ここも白の得点になりますねと。で、こういうところもね、掛け目ですけれども、もうここも字として数えちゃってもいいと思います。これと、さっきみたいにね、取った石を足して数えるということですね。で、なぜそうするかっていうと、ここでですね、さらに終局という難しい概念を一気に教えるよりもですね、ここまでで習ったことをどんどん実践して消化してもらった方がいいので、もう、ここで、計算をしてしまって、もう一回、やってもらった方がいいと思います。このやり方に違和感のある方もね、たくさんいらっしゃると思うんですが、しかしですね、囲碁は、打つ場所がなくなったら終わりという以上にもっと本質的には、両者が終わりだと思ったところが終わりなんですよね。例えば有段者の碁であっても、手が残っているのに終局としてしまうことがよくありますよね。もっと講談者から見たら手が残っているという局面って、結構あると思うんですけど、でも本当はそこに手入れが必要だったとしても、両者が手なしで合意してたらもう手なしなんですよね。ちょっといい例が思い浮かばなかったんですけど、極端に言えばもうこういうところですよね。これは有段者はさすがに気づくと思いますが、例えばこういうところであっても、両者がね、気がつかないで、ここで、終局として合意したら、もうここは白の字として、ね、このまま数えることになるわけですから、これとさっきの、形も本質的には同じですね。有段者でさえそういうことがあるわけなんで、今日囲碁を始めたばかりの人がね、本当は全然終局してない局面で終局とするっていうのは何らおかしいことではないというか、むしろ自然ではないかなとさえ思います。で、これはですね、毎回必ずそうしろと、申し上げているのではなくて、
この教え方もですね、引き出しとして、持っておいていただくと、結構大きいんじゃないかなと思います。習曲をね、教えてもついてきてくれそうだったらもうもちろん全然教えていいと思うんですが、その人の理解度によって選べるっていうことですよね。まだ理解が追いついていないのに無理やり習曲の概念を教えて嫌にさせてしまうっていうのを防ぐことができます。例えば、ね、さっきぐらいの段階でね、もう打つところがわからなくなってしまうというレベルにまだいるのであればね、無理に習曲を教えなくてもいいと思います。でそのゲームそのものに慣れ親しんでくれば、この局面はまだ打つ手があるということであるとか、ここに入っていったらもう危ないから取られちゃうからもうここは打ってもしょうがないなとか、だんだんその区別がついてくるわけですよね。で、そうなってくればおのずと終局に近づいてくるので、終局に近いところまで自力でいけるようになってから終局を教えても遅くないわけですよね。まずは囲碁というゲームに慣れ親しんでもらうことが最優先だと思います。で、その際にも取った石を、足して数えるという風にしておくと、やりやすいわけですね。で、そうは言ってもどっかの段階で相手の字に埋めるやり方も教えないといけないわけですが、僕の場合はですね、9路盤に移って、で、終局まで行った時に、今度はね、盤が大きくなって、1、2、3、4って数えて、1個ずつ数えていったら大変なので、実はもっといい方法がありますと言って、上げ浜を相手の字に埋める計算方法を教えています。はい、というわけで今回は上げ浜を得点とするという教え方について、掘り下げました。僕はですね、このやり方は、水間俊文先生からですね、教わって、で、飛躍的に教えやすくなりました。で、もう一点ですね、水間先生から教わった、結構画期的なポイントがありますので、次回掘り下げたいと思います。これはね、結構盲点だったんですね。はい。というわけで今回は以上です。この動画が良かったらいいねボタンとご感想、ご質問、リクエストはコメント欄にお願いします。そして Twitter のフォローもよろしくお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。